皆さんこんにちは。青空ガレージチャンネルです。さて今回は VMAX の電源取り出し編というわけで抜直リレー配線についてご紹介します。ぜひ最後まで見ていってくださいね。スマホやカメラの充電など何かと電源が欲しかったりします。そんな時バイクから電源が取り出せたらと思うわけですが、電源の取り出し方には大きく分けて3つの方法があります。1、一番簡単なのはバッテリープラスマイナスに直接つなぐ方法ですが、メインキーのオンオフに連動していないため電装品を切り忘れると常時給電なのでバッテリーが上がります。2、次にメインヒューズや常時点灯のライト、テールランプの配線に割り込ませ電気を拝借する方法ですが、それぞれの容量を超えて大きな電気は取り出せません。そこで配線作りはちょっと大変ですが、3、メインキーのオンオフに連動しかつバッテリーから直接比較的大きな電気が取り出せる4極リレーを使った配線をやりたいと思います。リレースイッチとは燃料が流れたことを知らせる線をつなぐことで電磁石スイッチが入り別の回路に電気が流れる装置です。 USB 電源を増設するのもありですが 5V の機器しかつなげません。というわけで幅広い機器に対応できるシガーソケットタイプにします。車体への取り付けは簡単なのでまずは配線部材の製作から始めます。用意するものは増設用電源ソケット、4極リレー、Y 字接続端子 ×2、 ヒューズケースとヒューズ 25A、 単線コード3本、その他電源ソケットに付属している 1m のコードを延長します。プラスの線にはグレーの線が入っていますが見えにくいのと同時に長さも少し足らないのでダブルコードで20センチ延長します。両方の線の先にギボシのオスを取り付けます。バッテリーにつなぐ線にヒューズを取り付けます。バッテリー接続側には丸型端子、ヒューズ側の片方にギボシのメス。リレーの使用可能電流は 20A なのでヒューズは 20A 以上の 25A を取り付け、ボディアースにつなぐ線は片方のギボシにオス、片方にクワガタ。テールランプ配線に割り込ませる線は片方にギボシのオス、片方にメス。用意ができたのでいよいよリレーに接続してみましょう。なんか来たぞ。車体に取り付けていきましょう。アルミ板で自作したステーで電源ソケットをセットします。配線を取り回してバッテリーの近くまで引っ張ります。黒い線の端子をアースとして車体の適当なボルトに取り付けます。シートとフレームの間で挟まないようにステーの下をくぐらせて青い線をテールランプまで伸ばします。青い線に Y 字接続を使ってテールランプの青い配線に割り込ませます。ブレーキをかけた時に光る線と間違えないでね。シートとフレームの間に挟まないようにきれいにしまいます。ここで安全のためバッテリーのマイナス端子を外します。いよいよ最後の
1本プラスの電源です。ヒューズのついた赤い線をバッテリーのプラスに接続です。赤い線はできるだけフレームに接触しないように、無理をかけないように乗り回し、きれいに収納したら、走行中に緩んだりしないように確実に締め込みましょう。バッテリーのマイナス端子を元に戻します。これで配線は完了です。スマホの充電をしてみましょう。メインキーのオンオフに連動していることを確認。スマホの充電も開始されました。カー用品で売っている2口や2口で増やすことも可能です。モニターする電圧計があると安心です。12V を下回ったら要注意です。ちなみに VMAX は5000回転で 14V 発で、普段電源を使用しないときは電圧計だけ挿して使っています。補足です。電源取り出し方法の ① ②より大容量とはいえ、限界はバッテリーの状態に依存します。もともとオートバイのバッテリーは小さい上に発電能力が高いわけでもありません。何かで電気を使うならどこかの電気を削減した方が良いでしょう。ヘッドライトが 55W 割る 12V イコール 4.5A、 LED 化することで 24W イコール 2A に、テールランプ級が 5W21W×2 なので 10W49W、 1A、2A を消費しています。LED 化することで5分の1と見積もっても 0.2A、 0.4A、 ブレーキをかけた時で 1.5A の差があります。前後透過を LED 化することで 2.5 プラス 1.5 イコール 4A 余裕ができます。ヘッドライトを必要に応じて消すことができたら 6A も可能でしょう。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。